こんばんは。今回は水星についてゆるくお話ししていくね。地球から近いのに、普段なかなかお目にかかれない惑星だから、知らないことが多いと思うよ。最後まで聞いていってくれると嬉しいな。太陽系第一惑星、水星。英語でマーキュリーって言うんだけど、ラテン語のメルクリウス、古代ローマの神の使いから由来しているんだって。水星は太陽系の中で一番内側を公転している惑星で、半径 2440km と他の惑星と比べてとても小さく、地球の約半分くらい岩石でできている地球型惑星に分類されていて、表面には多くのクレーターがあって月とよく似ているよね。クレーターは約46億から40億年前に隕石が降り注いだ後だと言われているの。水星には半径 1800km 程度、惑星半径の4分の3に相当する大きさの核が中心に存在していて、その周りを厚さ 600km 程度の岩石質マントルに覆われているよ。水星全体では質量の約 70% が鉄やニッケルなどの金属、30% が計算塩でできていて、小さいけど割とずっしり重いボディなんだって。水星は太陽から非常に強い熱を受けているから、昼間の表面温度は430度になるんだけど、夜は太陽の熱が遮断されるからマイナス170度まで冷え込んでしまうの。この激しい温度差は水星に大気がほとんどないことが原因。昼と夜の温度差が約600度もあるなんて、めっちゃ過酷な環境だよね。とてもじゃないけど住めないよね。自転周期は地球時間で約59日、公転周期は約88日となるんだけど、水星では1日が1年より長いの。太陽が水星の空を一回りする時間を水星の1日とすると、昼の長さがほぼ太陽の周りを回る周期と同じ88日、夜の長さが同じく88日ということになるんだよね。1日が1年よりも長いなんて不思議な世界だよね。水星は地上からの観測が難しい天体なのを見たことある人いるかな。観測が難しい理由は2つあって、1つ目は水星は太陽に非常に近いために、日没直後と日の出前の短い時間にしか見ることができなくて、太陽が出ている時は空が明るすぎるし、夜は太陽と一緒に地平線に沈んでしまうから。もう一つの理由は、水星が直径約 5000km とても小さいからなんだよね。それでも太陽からの見かけの位置が離れる最大離角前後が狙い目。日没直後や日の出前の低い空に見つけることができるかも。水星を見るチャンスはもう一つあって、それは水星の太陽面通過、日面通過や日面経過、太陽面経過とも呼ばれていて、その名の通り、太陽と地球のちょうど中間にやってきて、太陽面上を通過して、シルエット姿を眺めることができるの。1世紀に13回か14回の割合で起こるよ。だけど、肉眼で直接見ることは危険なのはもちろん、水星の見かけの大きさが小さすぎるから肉眼では見えないんだよね。水星の太陽面通過を観測するには、望遠鏡で太陽の像を投影板に投影したり、望遠鏡にフィルターをつけて太陽面を観察したりする方法で試してね。水星の太陽面通過が次に日本で見えるのは2032年。まだ先だけど、見えるといいね。地上からの観測が難しい水星。だったら探査機があるじゃない。って思うよね。だけど実は、水星はたどり着くのが困難な惑星なの。太陽に近いために、強い重力の影響で探査機が加速してしまうから、水星に到達するための減速にたくさんのエネルギーが必要だったり、水星の重力が小さいために、接近するだけでは周回軌道に乗ることができない上に、水星周回軌道は太陽に近いために不安定で、軌道維持に要するエネルギーも大きいんだって。もちろん太陽から受けるエネルギーも地球周辺と比べて格段に大きくなるから、過電粒子や放射線、熱への対策も万全に施す必要もあるんだよね。こうした困難を乗り越えて水星を探査した探査機を紹介するね。
マリナー10号。マリナー10号は1973年に打ち上げられた NASA の宇宙探査機。水星の表面を初めて詳細に観測した探査機となったのは、金星を観測した後、金星スイングバイによって太陽を約半年、水星の公転周期の約2倍で周回する軌道に乗って水星へと向かったんだけど、スイングバイを使用した探査機はマリナー10号が初めてなんだって。水星には3回接近することができて、水星の地表の約4割を撮影することに成功したんだよ。また、放射温度計による計測から、昼と夜との温度差が非常に大きいことが分かったの。メッセンジャー。メッセンジャーは2004年8月3日に打ち上げられ、計測スイングバイを行いながら水星周回軌道へ接近。2011年3月17日に水星の周回軌道に乗ってから、2012年3月までに主な科学目的を達成したんだけど、探査機のミッションは2と延長され、これまでにないほど詳細な水星の画像と情報を入手することができたの。水星の地殻時期異常や、極地のクレーターには氷の世界が存在していることが分かったり、重要な情報を収集できたんだよ。最後は燃料が尽きて、2015年5月1日に水星表面へ落下してミッションを終了したの。ありがとう、メッセンジャー。最後に、今まさに水星に向かっている探査機を紹介するね。ペピコロンボ、JAXA が担当する水星磁気圏探査機、ミオと、ESA が担当する水星表面探査機、MPO の2機の探査機を同時に水星周回へ送り込んで、総合的な観測を行う大規模な国際協力ミッション。ペピコロンボは、水星の自転周期と公転周期が2対3の共鳴関係にあることを提唱したり、スイングバイを惑星探査機の航行に利用した先駆者でもある、イタリアの数学者、天文学者のジュゼッペ・コロンボの愛称にちなんで命名されたんだって。2018年10月に打ち上げられ、合計9回もの惑星スイングバイを経て、2025年12月に水星周回軌道へ投入される予定となっているよ。水星探査は、太陽系誕生初期の環境や、地球型惑星の進化について理解を深めるためにとても重要で、今後の探査によって、水星に関するさらなる謎が解き明かされることが期待されているの。これからがとっても楽しみだね。今回は、水星についてお話できて楽しかった。次は何についてお話ししようか、考えてみるね。高評価、チャンネル登録してくれると嬉しいな。最後まで見てくれてありがとう。また来てね。